皆さんこんにちは、青よいです。今回はカメラ本体でもレンズでもなくて、撮った写真をきちんと残すための機材についてお話ししていきます。ということで、今日はもうすでにiPhone、そしてこの中に記録メディア類を挿入してあります。なので、この後実際に α7 V とニコン Z9 を使って野鳥の POV 撮影も行っていきます。ということで、今回はただスペック紹介をするのではなくて、実際に撮影で使って最後に撮ってきたデータを実際に取り込むまで見ていきます。カメラやレンズって買う前にすごく調べる方多いと思います。そうですよね。でもメモリーカードとかカードリーダー、SSD って意外と後回しになりやすくないですか？そもそも種類が多くてどれを選べばいいかわからないとかありますよね。ただ野鳥撮影みたいに飛び出しや羽ばたきの瞬間を狙って連写がメインになる撮影をされる方にとっては、このあたりの機材っていうのがすごく大事になってきます。いくらいいカメラを買ってもカードの容量が足りないとか、連写した後に書き込みが不安とか、撮影した後取り込みが遅いとか気になる方いませんか？あとね、バックアップが面倒だったりとか、あとね、メーカーや機種、設定によってはたまにね、バッファーが詰まって今続けて撮りたいのに書き込み待ちでシャッターが切れないという場面もあるんですよね。実際にね、私今までいろんなメーカーを使ってきたんですけど、たまにそういったことやっぱりありました。でね、野鳥撮影だとこれは結構辛いです。飛び出しだったり飛び込みのタイミングって本当に一瞬なので、その瞬間に撮れないともう同じ場面は戻ってきません。なので今回はネクストレージのメモリーカードやそれを差し込むカードリーダー、そして外付けの SSD、 これらを使って撮影するところから取り込むところまで実際に見ていきたいと思います。動画は3部構成です。第1部は今ここでこれらの機材のスペックや用途、使い方などをご説明します。そして第2部では実際に野鳥撮影を行います。そして第3部では撮影してきたデータを実際に取り込んで使ってみた感想をお話しします。ちなみにね、今回これらすべてネクストレージのものになります。今までね、私いろいろなメーカーのものを使ってきたんですけど、ちょっとね、一つのメーカーに統一しようかなと思っています。理由はシンプルです。まず今までね、いろいろなメーカーを使っていたので、統一することによって管理が楽になったりとか、あと何かもしあった時にもサポート先としてきちんとネクストレージという会社があって、いつでも相談できる安心感っていうところが大きいところもポイントとなっています。あとね、今まで使ってきたメーカーでやっぱりたまにどうしてもバッファーの詰まりっていうのを感じるので、そろそろちょっと替え時かなと、ちょうどねそのタイミングでネクストレージに統一することにしました。なので第2部ではバッファーの詰まりなどについても実際に撮影しながら体感していきたいと思っております。記録メディア類っていうのはすごく値段が高騰している中ではあるんですけど、やっぱりね、使いやすさとそして安全性っていうところを重要視して私はネクストレージを選びました。まず今回使うものがこちらです。CF エクスプレスのタイプ A のカード、そして同じく CF エクスプレスのタイプ B のカード、そしてこちらの SD カード。カードリーダーに関しては3つあります。まずタイプ A 用のこちら、そしてタイプ B 用のこちら、そして SD カードリーダー用のデュアルスロットリーダーになります。そして撮影後の保存先となる外付け SSD、これね、ちなみに 2TB となっています。もちろんパソコン内に保存することもできるんですけど、パソコン内に保存するとどんどんね、あっという間に容量っていうのがいっぱいになってしまうので、私はこういった外付けの SSD に写真を流しています。なので私にとってね、これは超必須アイテムです。で、今回の撮影ではソニー α7 V にタイプ A を、そして Z9 にタイプ B を入れて使っていきます。なので今回のメインはタイプ A とタイプ B になります。
これね、かなりリアルな話なんですけど、カメラを複数メーカーで使っていると、カードの規格っていうのが増えていくんですよね。ソニーはタイプ A だし、ニコンの Z9 はタイプ B だし、さらにね、今でも多くのカメラで SD カードっていうのも使います。しかもね、α7-5 に関してはタイプ A と SD カードの両方が使えるので、撮影内容によってカードを選べるっていうのがいいポイントですね。ただね、その分迷う方もいらっしゃると思います。タイプ A とタイプ B って何が違うのとか、SD カードでも大丈夫なのかとか、カードリーダーってどこまで必要なのか、SSD は何に使うのか。このあたりってやっぱりカメラとかレンズよりは地味なんですけど、撮影を続けていく上でかなり重要なものとなってきます。カメラが増えるとカードも増える。カードが増えるとカードリーダーも必要になる。そして撮影後には大量の写真をどこかに保存しなければいけない。つまり撮影ってカメラだけでは完結しないんです。まず、ソニーの α7-5 で使うのがこちら、タイプ A となっています。スペックに関しては記載してある通りです。タイプ A のカードっていうのはかなり小さいんですけど、高画素の写真や高画質な動画を使うと当然データは大きくなりますよね。なので α7-5 で連写や動画っていうところをよく使う方にとってはカード側の性能もかなり大事になってきます。そして α7-5 では SD カードをもちろん使えます。今回使うカードがこちらです。このカードのスペックは記載の通りです。もちろんね CF エクスプレスと比べると数値上の速度差っていうところはあります。ただね SD カードは今でも使えるカメラもちろんたくさんありますし、私も使っています。サブのカメラだったり小型カメラ、記録用だったり、あとはスナップがメインの時には SD カードでも十分足りるかなと思います。そして α7-5 のようにタイプ A と SD カードの両方が使えるカメラは撮影内容によって使い分けられるのですごく便利ですね。次にニコン Z9 で使うのがタイプ B のカードです。こちらのスペックに関しては今記載してある通りとなっています。野鳥撮影って単写で一枚一枚撮るっていうより、飛び出しや羽ばたきの瞬間を狙って連写する場面っていうのが多いです。特に Z9 は C60 や C120 のような高速連写も使えるので、1回のチャンスで一気に撮影枚数が増えます。というとどういうことが起きるかというと、撮影中はめちゃくちゃ楽しい。ただ帰ってからカードの中身を見るととんでもないことになっている。あるあるじゃないですか。こんなに撮ってたのっていうぐらいデータが残ってることもありますね。だからこそ野鳥撮影では容量だけではなくて書き込みや取り込みまで含めて考える必要っていうのがあります。で、ここで大事になるのがカードリーダーです。それぞれね、今スペックがずらっと並んでるかなと思うんですけど、カメラに挿入するカード側がどれだけ速くてもこちらのカードリーダーが遅いと詰まりやすいです。つまり速いカードを使うならカードリーダーもセットで考えた方がいいと思います。そして SD カード用がこちらです。これね SD カードを2枚挿せるタイプのデュアルスロットタイプで、写真と動画を分けて記録したりバックアップ記録を作ったりする方にとってはこの2枚同時に使えるっていうのは地味に効いてくるポイントかなと思います。最後に保存先として使うのがこちら。これで 2TB です。本当に小さいし軽いんですけど、撮影後のデータ保存先として使えるのでかなり便利です。今回の流れとしてはカメラで撮る、カードリーダーで取り込む、その保存先として SSD に入れるといったここまでの流れをひとまとめでお見せしたいと思います。そしてこういったメモリーカードを使う上で注意点もあります。メモリーカードは撮影と削除を繰り返して行うとカード内のデータ管理というのが複雑化して記録の安定性や速度に影響することがあります。なので必ず必要データをバックアップした上で定期的にねカメラ側で、フォーマットしておくっていうのがおすすめかなと思います。ただしね、もちろんフォーマットしてしまうと全て消えてしまうので、その前には必ずバックアップを取っておいてください。あとね、先ほどから提示しておりますスペック表の中にある数字っていうのはあくまで公式使用上の最大値です。実際の速度っていうのはカメラだったりパソコン、USB 端子、ケーブル、保存先、使用環境などによって変わってきます。なので第3部では実際どうなの？
っていうところをパソコンに取り込みながら見ていきたいと思います。ではここからの第2部では野鳥撮影に行ってきます。こんにちは、青ゆいです。本日はネクストレイジのメモリーカードをそれぞれに装着しています。片方が Z9、こっちが α7-5 です。この2つを使って野鳥撮影を楽しんでいきます。では行ってきます楽しみすぎる。今日はね、いっぱい撮れると思います最初は Z9 から撮っていきます。左の目白がだんだん近づいてくるのがまたいいですね。そして羽先まで綺麗にピタッと合ってます。水しぶきがかかって玉桶になってます。ちょうど目に光が当たってなんかビー玉みたいな、そんな美しさがありますね。よく見るとなんか目の上に水滴がついてますね。ここからはちょっと C60 から C120 に変更したいと思います。はい、今ピタッと静止していますね。お次はちょっと動きのあるシーンを狙いたいです。こんな感じで、めちゃめちゃかっこいいですね。水面や奥が暗いので水しぶきだったりを強調してくれるのがまたいいですね。後ろに誰かいる。さすが C120 ですね。羽の先までピタッと止まっていて、見ていてめちゃくちゃ気持ちがいいですね。行っちゃいましたね。ということで、ここからは α7-5 を使っていきます。認識対象は鳥で、フォーカスエリア XL のドライブモードハイプラス、そしてプリ撮影オンとなっています。タイミングバッチリなのでちょっとトリミングをしてみます。いいね。めっちゃタイミング合ってる。気持ちいい。増えた。戻りましたね。せっかくなのでこの辺りを切り抜いてダイナミックな水しぶきを強調します。結構動きが激しいですね。クリティカルヒットかましてますね。潰れた。ずんだ餅みたいですね。お次は上にいましたね。かっこいい。表情が鋭いですね。次はどこでしょうか。誰だ。キビタキのオスかな。かわいい模様ですね。せっかくなのでもう一枚いきましょうか。ちょうど水しぶきが跳ねたのでこの辺りをトリミングしてみます。いいね。お次は水を飲んでますね。ヒヨドリかな。上に行っちゃったので三脚ひねって上の方に向けます。いましたね。ISO 6400まで上げてちょっと見やすくしています。そしてちょっとフォーカスエリアをワイドに変えます。なんでかっていうとね、ちょっと下に飛びそうなんですよ。なので広めに構えておきます。そしてここから飛ぶのを待ちます。ISO 6400まで上げたくないんですけど、かなり暗いのとシャッタースピードね、ある程度確保したいので、飛び出しのこういった瞬間を撮るためにですね、2500分の1秒でやっています。それでは再び Z9 に戻したいと思います。今何やってるんでしょうか。水浴びしてますね。かわいいね。ぐっと寄れるかな。いい感じ。めっちゃ来たみんな驚いてる。鳥の驚いた顔って面白いですよね。大集合してて可愛いですね。
ではお次は α7-5 で玉ボケを作ります。このね、目白の黄緑色と背景の緑色がマッチしていて、一枚の絵としてとても綺麗ですね。お次は誰でしょうか。これはヒヨドリですかね。そうですね。でもなんだろう。かわいいな。でも違う気がする。寄りの写真もいいですが、少し引きで撮って飛び出しの瞬間とか撮れたらいいですね。いいね。口元がいつもと違う気がするんですけど、気のせいでしょうか。ちょっと拡大してみます。やっぱり上のね、くちばしが欠けてる。そう、レアですね。お次は Z9 で撮っていきます。飛び込んだ瞬間とか撮れたらいいなと思っています。いけましたね。うわ、すごっ。この水のね、塊が、透明度がすごい。今上にいますね。ただちょっと下に降りてくるのが予想できそうなので、ゾーンから、スポットの XL に、フォーカスエリアを限定します。いいですね。すごい。水しぶきがかわいいね。ちょっと丸っこい感じがいいですね。これなんだっけな、名前。目玉焼きみたいな目が特徴的なんですよ。なんだっけ名前。なんだっけ。ガビチョウかな。そう、多分ガビチョウですね。今上行きましたね。すごいオートフォーカスずっと追い続けてる。少し動きが出てきたのでシャッタースピードを上げていきましょうか。そしてフォーカスエリアも、ワイドと広めに構えて、どこに動くかちょっと予想ができないので、カメラ任せにちょっとね、オートフォーカス追従してもらおうと思います。体をカキカキしてますね。今シャッタースピード2000分の1なんですけど、いけますね。羽の先まで結構ピシッと合ってますね。サンバみたい。いやー、ガビチョウはね、可愛いですね。次は誰が来るんでしょうか。まただ、ガビチョウ。うわ、水の透明感がすごい。ザ・ニコンって感じですね。面白いですね。同じ鳥なのに光の当たり具合で全然印象が変わりますね。お次は、ヒヨドリですね。かわいい。濡れてる髪の毛。ちょうどスポットライトみたいになってますね。その中に入ってくれたら、いいね。ちょっと拡大します。この辺りいかがでしょうか。本当にスポットライトのようで美しいですね。最後は、こちら誰だ。ヒヨドリかな。水の水滴が2滴跳ねてるのが美しいですね。はい、第2部の撮影いかがでしたか。ちょっとね、びっくりしました。これはね、結構革命的なことだと思います。本当にいろんなメーカーを使ってきたからこそわかるこのネクストレイジの凄さっていうのを身をもって体感しました。はい。ということで、ここからは実際に野鳥撮影で撮ってきたデータを取り込んでいきたいと思います。今回はね、細かく数値を測ってやっていくというよりは、実際にね、使ってみてどうかっていうのを体感的にお伝えできればなと思います。やっぱりね、野鳥撮影は撮ってる時めちゃくちゃ楽しいんですけど、帰ってきてからカードの中見るとめちゃくちゃ撮ってるってことあるあるですよね。こういったシーンやこういったシーン、このようなシーンを残そうと思った時、少しでもいいカットを残そうとすると、どうしても連写って増えます。特にね、Z9 だったりで C60、C120 で撮ったりすると、本当に一瞬で枚数が増えます。
撮影中はね、夢中で撮ってるんですけど、実際にね、家帰って取り込もうとすると、これ時間かかりそうだなって結構思いませんか？ということで、早速ね、まず Z9 のタイプ B から取り込んでいきたいと思います。保存先はこの 2TB の SSD です。では、早速取り込みます。早いかもしれない。やっぱりね、今までいろんなメーカー使ってきた中で、これを使っているので、だいぶね、なんか早い感じはありますね。すごい。いいかもしれない。すごい。特にこれ、ね、タイプ B ですもんね。それでこの速さはすごいな。でね、カードが速い。カードリーダーも速い。そして保存先も SSD も速い。この流れが揃って初めて撮影後の環境っていうのがすごく快適になります。逆にね、どこか一つ遅いとそこで詰まります。なのでね、これ結構快適ですね。早い。あっという間にどんどんデータが流れていきますね。野鳥撮影って撮影後にまず写真を早く見たいって思うじゃないですか。いい習慣が撮れてたのか、ピントはちゃんと合ってるのか、羽の形は綺麗か、それらをね、早く確認したいんですよ。でも取り込みが遅いとその確認できる時間っていうのも遅くなってしまいますよね。この待ち時間っていうのが短いだけでもだいぶ楽です。これはね、撮影後の枚数っていうのが多ければ多い人ほど実感しやすい部分だと思います。数十枚撮るだけなら正直そんなにね、差を実感することは少ないかなと思うんですけど、野鳥撮影とか運動会、ポートレートの連写、あと動画なども撮る日。こういう日って帰ってきた後のデータってめっちゃ増えますよね。その時に取り込みが早いっていうのはかなり大きいポイントです。っていうか本当にめちゃくちゃ早い。あっという間に移動していきます。はい。ということで、そうこうしているうちに一旦終了したので、次はね、α7-5 を使ってタイプ A も取り込んでいきたいと思います。はい。あっという間ですね。はい。こちらも同じように取り込みます。なんか、もうすでに早い。良さそうな気がします。こちらもね、同じく SSD に取り込んでいきます。これも快適ですね。もちろんね、タイプ B の速さとはまた違うんですけど、ソニー機で撮ったデータっていうのをさっと映せるっていうのはかなり便利ですね。特にソニーとニコン両方使ってるとカードの規格っていうのが違うので、撮影後少し面倒になりやすいんですよね。でも、タイプ A 用、タイプ B 用、そして SD カード用とリーダーを分けておくことで、作業の流れっていうのがかなり整理されます。はい。ということでね、一旦タイプ A が終了しましたので、最後ね、SD カードも見ていきたいと思います。いや、結構ありだな。早い。ちょっと本格的にネクストレージ一本化したいなと思いますね。ではで。はいはいはい。今移動してるんですけど、まあね、もちろんね、SD カードは CF エクスプレスほどの爆速って感じではないんですけど、そもそもね、SD カードで撮るようなジャンルっていうのはそんなに撮影枚数がかさまない撮影が多いんじゃないかなと思いますので、十分使えますね。そしてね、こちらは2枚同時にさせるっていうのが一番大きい魅力かなと思います。早いね、でもね。はい。実際にね、取り込みを終えましたが、こういうね、体感的なところってどうしてもスペック表だけでは伝わりにくい部分があったりするかなと思うんですけど、今回使ってみて改めて感じたのは、撮影中に不安なく記録できたりとか、帰ってきてから早く取り込める、すぐに写真を確認できる、バックアップまで進めやすい。これはね、かなり快適です。そして安心感も大きいです。特に野鳥撮影では一瞬のために何百枚、何千枚、何万枚と撮影することがあります。そうなるとやっぱり撮影後のワークフローっていうところまで考えておかないと、どんどんデータ管理が大変になりませんか？なので今回はタイプ A とタイプ B、そして取り込み用に SSD を使いました。カメラが増えてデータが増えていく人ほど、こういう整理の仕方っていうのはかなり現実的かなと思います。最後にまとめると、カメラやレンズはもちろん大事です。でも撮った写真をちゃんと残して早く確認して編集までスムーズに進めるためには、メモリーカードやカードリーダー、SSD もかなり大事です。今回のネクストレージの機材はそこをまとめて揃えられるのがいいなと思ったところです。特にね、野鳥撮影や連写が多い方、
高画素機を使っている方、ソニーとニコンなど複数のメーカーをまたいで使っている方は、このあたりを見直すだけでも撮影のストレスっていうのがかなり減ると思います。ということで今回はネクストレイジのメモリーカード、カードリーダー、外付け SSD を使って野鳥撮影からデータ取り込みまで見ていきました。これらはすべて YouTube の概要欄にまとめてリンクを掲載しております。ぜひそちらも気になる方はご覧ください。それでは本日の動画はこの辺りで終了となります。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。